皆さんこんにちは。町田金森シェア畑菜園アドバイザーの利根です。今日はよろしくお願いいたします。今日は株が若返るブロッコリーの根切り栽培についてご紹介をしていきます。ブロッコリーの植え付けもそろそろ終盤になってきました。もう皆さんブロッコリーの苗は植え付け終わりましたか？まだの方は早く植え付けをしましょう。皆さんからのですねご質問コーナーもありますんで、またそれに回答していきます。ぜひですね、最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは行ってみましょう。茎ブロッコリーの苗の現状の状態をご紹介していきます。そんなに大きくない、まだね10センチ15センチぐらいの苗と、約こちらは20センチぐらいの苗と、こういうふうな大きさが違います。しかしながらですね、この両方ともですね、虫に食われることもなくね、すくすくと育ってですね、順調に育っている苗です。ですが、こういったね状態のいい苗をブロッコリー植えると良いかと思います。ぜひこういった苗をね選んでみてください。はい、苗の植え時をですね過ぎるとポットの苗の根がですねとぐろを巻いた状態でですね非常に悪い状態になってきます。それはどういう状態かと言いますとですね、根の色が茶色くなってですね、老化をしてくる状態になります。ただしですね、この苗はまだそこまでいってないと思いますんで、ちょっと根の状態を見てみましょう。こういうふうに細かい根でまだ白い根ですね、非常にねいい状態です。ですからこのぐらいの状態だとね根切り栽培これをしなくてもですね、土に馴染んでいい状態かと思います。ですからこういった状態を過ぎるとね、これが真っ白になってくるだとか、根が茶色くなってくるだとか、そういった時にはね根切り栽培をして、やればですね苗がまた元気に育っていくと思いますんで、でそういう時にはね根切り栽培をしていただきたいなと思いますんで、これからいい苗悪い苗を見ていただきますが、まず最初にあまり良くない苗を見ていただきたいと思います。この苗のですね悪いところですね、葉っぱにこういうふうに茶色くなって、ちょっと傷んでる、また葉っぱがですねそれぞれ形が違うといったことでですね、葉の形が揃ってないと思います。初期に青虫と害虫にね少しやられた傾向があって、こういう形になりました。ですからこういった苗はねなるべく避けてですねいい苗を植えたいと思います。それでは続いてですね、いい状態の苗を見てみましょう。葉の状態がね良い苗ですね。これはね葉の形先ほどと違ってよく揃ってます。大きさもねこういうふうに順調に育っている苗はですね、これからの生育も良くなっていくと思います。こういった苗を選んでいけば間違いなくですね生育が順調にしていくんじゃないかと思いますので、それではですね茎ブロッコリーの根切り栽培する前にですね、バケツにですね水入れてるところに、数時間ちょっとつけてですね置いとくと根切り作業にする作業がやりやすいと思いますんで、そういうふうにしたいと思います。これをバケツに、つけておきます。これはですね株元まで、水が浸かっていれば良いかと思いますんでね、そういう状態で、数時間、つけとけば良いかと思います。しっかり、土を落とせる時間になればですね、持ち上げて、根切りをしていきます。時間のない方はねちょっと手を添えてね土が柔らかくなってきたらこういうふうにほぐしてあげても良いかと思いますんでね、ぜひこういうふうにして洗うようにして、ほぐしていくと良いかと思いますんで、ぜひそういうふうにして、いただければと思います。きれいにねこうやって土を落としていけばですね、植えるところの土に苗の根っこがですね馴染みやすくなると思いますんでね、でこれをですね根切りしていきます。根切りする位置ですけども、ここからですねここまでの真ん中辺よりちょっと上ぐらいですね、この辺で切っていきたいと思います。そうすることによってまた新しい根がねたくさん出てきますんで、ここで根切りをしていきます。はい、こういうふうに切りますね。植え付ける時はですね、これを少し広げてあげて土をですねこの葉っぱの下の近くまでですね埋めて、おきます。初期の生育はですね根切りしない方が生育がよく見えるんですが、実際ですねこの根が活着してくるとですね根切りした方がですね根がたくさん出て株も大きくなりますんでね、株間の間隔もですね普通の株よりも少し広めにとって植えた方がですねよく成長するかと思いますんで、そういった点も注意しながら植え付けをしていけば良いかと思います。実際にですね根切りした、茎ブロッコリーをこれからこの畝に植えていきたいと思います。
マルチカッターでですね切ってですね、少し土をですね、ここからですね、取り出す感じで植えていきたいと思いますけども、土を取り出したらですね、ここに、水をしっかりと入れます。では水やりをしていきます。このようにですねマルチカッターで開けたところに、ね、たっぷりと水を入れていきます。この水がですね完全になくなる前ですね放置しておきます。水が全部ねこの畝の中に浸透していきました。そこにこの苗を植えていきます。このようにですね根がねかなり絡んでますんでね、ある程度根が切れてもしょうがないと思いますが、これ広げてですね全体に根がいくようにですねしていきたいと思います。マルチの高さまで土をかけていきたいと思います。実際にですねこれ以上土が足りなくなりますから、他のところの土を準備してこれに足してあげると良いかと思います。これで苗の植え付けが終わりました。上から土をかけてますんで、もう一度ここの上から水をあげます。この時はですね苗に水かかんなくていいです。この下の方でねこういうふうにやってしっかりと水が染み込むように植えると良いかと思います。根切りしたりね植えたもんですからしばらくの間はですね水やり等をね怠らないようにしてですね活着するまでちょっと面倒を見てやると良いかと思います。根切りしましたがそこからまたもう小さな根がたくさん出てきます。その根の数が多くなってきますんで勢いよくですね大きくなってきます。是非ですね植える時期を逃した方是非この栽培でやっていただきたいと思いますんで。それでは質問コーナーです。こちらの害虫対策の動画にご質問をいただきました。新食い虫に油石鹸水は効きますかというご質問をいただきました。油石鹸水はですね普通の使用の仕方はですねアブラムシをですね窒息死させて処理する方法をよく使っております。新食い虫はですねなかなかですね、油石鹸水だけではちょっと私も自信はないんですがどうかと思います。そこでですねもう一つですね新食い虫青虫等のね効果のあると言われるのが唐辛子の入った唐辛子焼酎ですね。忌避効果があるんじゃないかと思うんで唐辛子焼酎をですね使ってみると良いかと思います。今日はですね株が若返るブロッコリーの根切り栽培についてご紹介をさせていただきました。この動画が面白かった方はですね、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。